親子丼を作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は親子丼を作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、卵がトロトロ半熟でお肉もすごく柔らかい美味しい親子丼を作っていきます。鶏肉を柔らかくする方法や、あとは卵をトロトロに仕上げる方法をご紹介していきます。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは材料を紹介していきます。今回ですね、鶏もも肉を漬けていくんですが、最初にその漬け込む時に使う材料からご紹介します。材料はこちらです。鶏もも肉、お砂糖、料理酒、鶏ガラスープの素、こちらの材料で漬け込んでいきます。お肉なんですが、今回約 200g 前後のお肉を使っていきます。そして今回のね、ポイント1つ目がお肉を漬け込むことです。そうするととても柔らかジューシーで、かつお肉にもしっかりした味がついて、とても美味しい仕上がりになります。漬け込む時はお砂糖ですね。あとは料理酒、そして鶏ガラスープの素、こちらで漬け込んでいきたいと思います。それでは続いて残りの材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、お水、お醤油、みりん、お砂糖、だしの素、めんつゆ、そしてご飯です。こちらの材料で作っていきます。まず卵なんですが、今回3つ使っていきます。こちらは M サイズの卵を使用していきます。そして今回だし汁を使うんですが、手軽にね、こちらのだしの素を使ってだし汁を作っていきます。このだしの素はかつおだしを使います。お好みで昆布だしにしていただいても OK です。そしてポイント2つ目はこちら、めんつゆですね。このめんつゆの使い方は後ほど作りながらご紹介していきます。めんつゆもね、いろんな濃縮加減があるんですが、今回私は2倍濃縮を使っていきます。その他ね、3倍濃縮、4倍濃縮とかもあると思いますので、こちらの量に関しましてはお好みで調整してください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにですね、鶏もも肉の下準備をしていきます。鶏もも肉のこういったね、余分な筋とか、あとは余分な脂と皮を取り除いていきます。この下処理をしていただくだけでね、仕上がりが全然変わってくるので、ぜひね、こちらの下処理は行ってから作ってみてください。ではね、取っていきます。はい、OK です。このように下処理してください。そうしましたら、こちらのお肉を一口大の大きさに切っていきます。切る時もですね、こうやって見ていただくとわかると思うんですが、真ん中に少し分かれ目があります。半分が筋が多い部分になっていて、もう半分はね、肉々しい部分になってます。なので、まずね、こちらを切り分けます。このようにね、切り分けていただくと歯切れが良くなってとても食べやすい食感になります。あとはこちらお好みの大きさに切っていきます。少し大きめに切っていただくととてもね、食べ応えが出てくると思います。はい、お肉はこのように切ってください。そしたらね、このようにジップ袋またはポリ袋を用意してください。ここにお肉を入れます。お肉を入れたら、まずはじめにお砂糖を入れてください。そしてお砂糖だけをまずね、しっかりと揉み込みます。ここでポイントなんですが、お砂糖は必ず一番はじめに揉み込むようにしてください。そうしないと中にしっかりお砂糖が入らなくなってしまいます。なので一番はじめにしっかりめに揉み込んでください。はい、OK です。そうしましたら続いてこちらに料理酒、そして鶏ガラスープの素、こちらを加えて、そしてまた揉み込みます。しっかり揉み込んだら空気を抜いてください。はい、そして口を閉じます。しっかり口を閉じたら、このままお肉を冷蔵庫で30分漬け込みます。はい、30分漬け込みました。お肉はね、今このような状態になってます。それでは続いて卵を溶きほぐしていきます。ちょっとね、ここもポイントがあるので、こちらもね、しっかりチェックしていただけたらと思います。今回ね、卵3つ使うんですが、2つをまずボウルに割り入れてください。はい、そして3つ目ですね。3つ目は白身だけこちらのボウルに入れて、残ったね、卵黄はこっちのボウルに入れていきます。まず白身だけ入れます。はい、
そして卵黄はこちらです。今回はねこのように分けて使っていきたいと思います。そうすることでとても半熟とろとろ濃厚で美味しい親子丼に仕上がります。まずこちらですね、卵の溶きほぐし方にもポイントがあります。白身だけをこうやって切るように混ぜてください。ちょっとね卵黄今潰れちゃいましたが、最初白身だけねできるだけこのようにね箸で持ち上げながら切ってください。このようにね大きな塊が切れたら今度は卵黄です。今ねちょっと潰れちゃったんですが、卵黄もね同じように切るようにこのように持ち上げて、そして少しだけ混ぜていきます。こうやってぐるぐるぐるっと混ぜないのがねポイントです。はい、もうねこのぐらいで OK です。こんな感じで黄身がね少し塊になってるぐらいですね、このように溶きほぐしてください。そしてこちらもう一つの卵黄です。ここにはですね先ほど材料説明でもお伝えしためんつゆを加えていきます。この卵黄に味付けをして、こちらの卵黄はですね後入れしていきたいと思います。そうすることでね旨味がアップしてとても美味しい仕上がりになります。ではねこの中に入れていきます。今回私は2倍濃縮のめんつゆを小さじ1/2加えてます。このね量に関しましてはお好みで調整してください。味の濃さの目安はこうちょっと味見していただいた時にお好みの味の濃さよりも少し薄めぐらいになってれば OK です。そしたらですねこちらをしっかりめに混ぜてください。はい、 OK です。このように卵黄はめんつゆと混ぜてね1個だけ取っておいてください。それではね今からフライパンで仕上げていきたいと思います。ではね仕上げていきます。今回私はですね22センチのフライパンを使っていきます。だいたい20センチから22センチ前後のフライパンを使うとちょうどいいと思います。まずここにお水、そしてだしの素、これでまずねだし汁を作ります。このだし汁に関しましてはご自身で取ったものを使っていただいても OK です。そしたらですね一度こちらを混ぜます。このように混ぜたら今度はここにお醤油、そしてみりん、あとはお砂糖を加えます。そして混ぜましょう。はい、でよく混ぜたら火にかけます。火加減は中火です。このまま一度沸騰させてください。時折ねこのように混ぜながらね加熱していきましょう。はい、でこのように沸騰したら一度火を止めます。そしたらですね漬け込んでおいたお肉を並べていきます。皮目を下にしてね並べていきましょう。今回ね玉ねぎは加えてないんですが、お好みでここに玉ねぎを加えてもいいかなと思います。その場合は鶏肉とね同じタイミングで入れてみてください。こんな感じです。このように並べたらもう一度火にかけます。火加減は弱めの中火です。このままだいたい5分から6分ぐらい煮込んでいきます。今ね表面がちょっと出てるので時折裏返しながら煮詰めていきましょう。はい、今ねちょうど1分半ぐらい経ちました。このようにねくつくつ煮込まれてます。そしたら一度ね裏返していきます。また引き続き煮詰めていきます。たまにねアクとかも出るのでその時はアクはすくってください。気になる時だけねこれをやっていただければ OK です。あとはねこのように時折転がしながらね煮込んでいきます。はい、今ですねちょうど6分ほど煮込みました。そしたら一度火を止めます。火を止めたらですねここで一度蓋をしてください。そしてこのままですね一度余熱で5分蒸らします。そうすることでお肉にしっかりと火が通ってかつ柔らかい仕上がりになります。はい、5分経ちました。蓋を開けます。今こんな感じです。そしたら一度ねお肉をひっくり返して全体にこの煮汁を絡めてください。もう一度火にかけます。火加減中火です。このままもう一度再沸騰させてください。はい、でこのように再沸騰したら火加減弱火にします。この白身と黄身が混ざってる卵から流し入れていきます。一度にこれは入れずに2回に分けて入れていきます。入れる時もこうやってね菜箸を伝えながら回し入れていきます。ではいきます。はい、まず半分入れてください。半分入れたらですねこのまま一旦蓋をします。そして1分待ちましょう。はい、1分経ちました。蓋を開けます。今ねこのようにとろとろ半熟状態に仕上がってます。そしたら残りの卵を回しかけます。そしてまた蓋をします。今度は30秒ですね蓋をしたまま加熱していきます。はい、
30秒経ちました。30秒経ったら一度火を止めます。そしてこちら最後に残しておいたこちらの卵黄を回しかけます。そうすることでね、最後とても濃厚なね卵黄が残って美味しい濃厚な親子丼に仕上がります。このようにね全体にまんべんなく回しかけてください。そしてもう一度再沸騰させます。このようにクツクツクツっとしたら火を止めてまた蓋をします。今度は蓋をして30秒蒸らします。はい、30秒経ちました。蓋を開けます。こんな感じでね、トロトロで美味しい親子丼に仕上がりました。ではね、こちらをご飯にのせて仕上げたいと思います。はい、これで親子丼の完成です。こんな感じに仕上がりました。このように卵はトロトロふわふわで美味しそうに仕上がってます。そしてお肉もとても柔らかジューシーに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。もう卵がトロトロでお肉がすっごく柔らかいです。そしてお肉の中までしっかり味が染み込んでます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の親子丼のポイントです。まず鶏肉なんですが、鶏肉はね、できるだけ下処理は行うようにしてください。少し一手間ではあるんですけれども、下処理をきちんとしていただくことで美味しい親子丼に仕上がります。そして鶏肉の切り方なんですが、切るときはですね、お肉の筋っぽい部分と、あとは肉々しい部分、こちらをまず半分に分けて、それぞれね、一口大の大きさに切ってください。そうすることで歯切れも良くなって食べやすくなります。そしてお肉を切り終わったら、お砂糖、料理酒、そして鶏ガラスープの素で漬け込んでください。お肉がとても柔らかい仕上がりになります。さらに下味もつくので、お肉の中までしっかりと味が染み込んでいきます。揉み込む順番は必ず一番最初にお砂糖を揉み込むようにしてください。他のものを最初にね、揉み込んでしまうとお砂糖が中に入っていかないので注意していただけたらと思います。そして卵のポイントです。卵はですね、今回3つ使いました。まず2つはそのまま割っていただいて、最後の1つは卵黄と卵白に分けてください。そして卵黄だけ残した方にはめんつゆを加えてしっかりと混ぜておいてください。この時の味の濃さなんですが、お好みの味の濃さよりも少し薄めにしていただくといいかなと思います。なのでめんつゆの量はお好みで調整して入れてみてください。そして卵を混ぜる時なんですが、卵は全部ぐちゃぐちゃっと混ぜずにお箸で切るように混ぜてください。そしてですね、白身と黄身はですね、ほとんどもう混ざってないんじゃないかなっていうぐらいですね、本当にざっと混ぜるぐらいで OK です。そうすることでとろっとした美味しい卵に仕上げることができます。そしてその後鶏肉を煮て卵を入れるポイントなんですけれども、まず全卵の方の卵に関しましては、こちらは2回に分けて加えるようにしてください。そうすることで卵の食感の違いを楽しむことができます。なので半分加えたら一度蓋をして、その後とろっと半熟になるまで煮てください。こちらはですね、フライパンの大きさによっても変わってくるかなと思うので、半熟手前ぐらいを目安に蓋を開けていただくといいかなと思います。なので様子を見ながらね、加熱してみてください。そして2回目加えたらまた蓋をして、今度は30秒加熱してください。そして2回目入れ終わったら、最後仕上げにめんつゆと混ぜた卵黄を回しかけてください。あとは火を止めて蓋をして少し蒸らしてお好みの半熟具合に仕上げていただけたらと思います。もうね、トロトロの半熟がお好きな方は蒸らさずにね、卵黄をかけたらそのままご飯の上に乗せても美味しく召し上がっていただけます。しっかりと卵を固めたい場合はお好みで加熱時間は調整して作ってみてください。ちなみにですね、今回の分量でいくとだいたい2人分になります。こちらは目安にしてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は親子丼を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。